あなたが想像する中で最もむごい死に方はどんな死に方ですか？ 2024 年11月23日、ロシアクラスノヤルスク地方ウシュカンカ村。夜遅く、ある農家の家畜小屋から一人の男が姿を現しました。その農家で豚や牛の飼育員として雇われているその男の名はイーゴリ・ジコフ。真っ赤な顔におぼつかない足取りで小屋から出てきた彼は明らかに酔っ払っていました。イーゴリは勤務時間ではなく、家で一人でお酒を飲んでいる途中にその小屋へ訪れていたのです。一体何をしに？イーゴリの手には一本の棍棒が、そして彼が出てきた小屋の中からは豚たちの激しい咀嚼音が響いていました。そう、豚たちはその小屋の中で少女を生きたまま食べていたのです。農家の娘を襲い、生きたまま豚の餌にしてしまった飼育員。男はなぜそれほどむごい方法で少女を殺してしまったのか。類を見ない卑劣な犯行のきっかけとなったのは、行き詰まった人生と行き過ぎた妬みだったんです。おそすけんちゃんです。いやー、みやみこです。いや、やみこさん、ついにね、帰ってきましたわ。いや、お帰りなさい。不安だったわよ、ちょっとね。本当に世界情勢が大変なことになってて。そうなんですよ。僕、日本に帰国するね、一個前、トルコにいたんですけど、はいはいトルコって中東の中にあって、ちょっと下のイランとかイラクとかね、イスラエルとかさ、まあ、いろんな中東の国があるんですけど、そこら辺がね、アメリカも介入してるミサイルだからドローンの爆発するやつとか飛ばしまくってて、僕、そこを経て、下のアブダビってところを行って、日本に帰る乗り継ぎ便だったんですけど、それ乗んの怖くて。そうよね。そう、お金もったいないんですけど、別便を取り直したんですよ。まあ、その結果キャンセルされて返金されたんでよかったんですけど、間一髪というか、トルコ、イラン、イラクとかあるんですけど、その下の UAE、アラブ首長国連邦にもし行ってたら、結構帰れなかった。まあそうよね。もう封鎖されてたり、情報統制されてるようなところだもんね。行った後に怒っちゃったんで、なんか気をつけるの難しい気もするんですけど、早くね、情勢が安定してほしいんですけど、閉じ込められちゃってる人とかがね、早く解き放たれるというか、セーフティーな状態になることを願うばかりよね。いや、ほんとそうですよ。なのでね、これからね、旅に行く方はね、世界情勢だったり、飛行機がそもそも出るとか、出てもキャンセルされるリスクとかね、踏まえてね、しっかりね、ちょっと気をつけてね、旅をしていただければと思います。というわけで、今回からね、また元気に復活したんでね、頑張りますんでよろしくお願いします。今回はロシアで起きた残酷極まりない殺人事件をご紹介します。犯人は、なんと少女を生きたまま豚に食べさせ、殺害したんです。生きたまま？どういうことそれ？そもそも豚さんはさ、生きてる人間を食べるの？条件が揃うと食べる習性があるらしくて、それを今回利用したって言われてるんです。これね、発見された遺体っていうのは、目撃者がね、嘔吐しちゃうほど、本当に悲惨な状態だったと言われてるんです。本能のままに。2024年11月23日、ロシアクラスノヤルスク地方ウシュカンカ村。夜11時頃、一人の青年がとある農場へ訪ねてきました。おかしいな、こんな夜遅くにどこ行ったんだ。青年の名はウラジミール・ベドニー。その農場の娘ミレナ・シェベレワの交際相手でした。その日、ミレナの両親は自家製の肉を販売するため町へ出ており、彼女は一人で留守番をしていました。両親が外出先から電話をかけたところ、何度かけてもミレナが出なかったため、恋人のウラジミールに様子を見に行ってほしいと連絡が入ったのです。そして、あれ、明かりがついてる。こんな時間に豚の世話を。家のすぐそばに立つ家畜小屋の明かりに気づいたウラジミール。彼はその小屋へ向かいますが、薄暗い小屋の中へ足を踏み入れると、そこでは豚たちが何かをむさぼり食べる音が響いていた。柔らかいものが潰れるような不気味なその音に、ウラジミールは思わずごくりと唾を飲んだ。彼は手にしていた懐中電灯を灯し、恐る恐るその明かりを豚たちの方へ向けた。次の瞬間、ウラジミールの目に飛び込んできたのは、顔や体のあちこちを食いちぎられたミレナの姿だった。血にまみれながら夢中でその遺体に群がる豚たち。ウラジミールはたまらず嘔吐し、慌ててその小屋を飛び出した。誰か助けてくれ！顔と体が食いちぎられてたってもう恋人のトラウマに絶対なるわよ、そんなの。しかもこれ最初に発見したのが恋人ってのが本当に辛いですよ。そしてこの動画をご覧の皆さんの中には、豚がなんで人間をね、襲ったのか、その習性含めて気になる方もね、多いと思います。というわけで本日のメトラキーワード、豚の食性について。豚が肉を食べているところはイメージしにくい人も多いかと思いますが、実際のところ、植物だけではタンパク質や鉄分が不足してしまいます。彼らは飼育下では栄養価に優れた配合飼料を食べ
べて育ちますが、本来は植物のほか昆虫や小動物まで何でも食べるのです。豚の祖先であるイノシシは動物の死体を見つけると貴重な栄養源と認識します。豚にもその習性は遺伝しており、彼らは血の匂いを嗅ぐと攻撃的になるのです。要するにミレナは豚小屋の中で大量に出血し、その匂いに興奮した豚に襲われてしまったということ。豚を利用した殺人で有名なのが、1980年代後半から2001年にかけ、売春婦や薬物中毒者などを自身の農場に誘い込み殺害したカナダの殺人鬼ロバート・ピックトン。彼は少なくとも26人、自身の供述では49人を解体して豚に食べさせていたとされ、猟奇的なシリアルキラーの一人として知られています。ウラジミールがミレナの遺体を見つけて間もなく、近隣住民の通報により救急隊が到着しますが、すでに手遅れの状態であることは言うまでもありませんでした。現場となった小屋の周辺には近隣住民が集まり、その中にはこの農場で雇われている飼育員イーゴリ・ジコフの姿も。豚の扱いに慣れている彼は群がる豚たちを制し、遺体を小屋から運び出す手伝いを率先して買って出たのです。豚に食べられた遺体だなんてさ、もう目に入れたくもないのにね、そういう献身的な飼育員さんがいたもんね。ただその飼育員の正体を知った後に同じことが言えるのかって話なんです。そう、これはね、紛れもなく殺人事件で、犯人はすぐ近くにいるんです。消せない痕跡。豚小屋の中で亡くなってしまったミレナの死因は太ももの動脈を食いちぎられての失血死。そして先ほども説明したように、普段人間を襲うことがない豚がミレナを襲ったのは、彼女が豚小屋の中で大量に出血したため。その原因を物語るかのように、ミレナの頭部には激しく殴打されたような打撲痕や骨折の跡がありました。この点に関して警察は当初、餌やりの途中に転倒して頭を打った、もしくは小屋に牛がいたため角で攻撃されたものと考えていたのです。しかし家族は言います。ミレナが餌やりの途中で転んで頭を打つなんて想像できません。それに牛と豚のエリアは分かれていて、牛が豚の柵の中に入ってくるようなことはないはずです。被害者のミレナは将来は獣医を目指すほどの動物好きで、幼い頃から家畜の世話を手伝っていました。彼女が豚の餌やりで怪我をするなどとは両親としては考えにくかったのです。そして司法解剖を進めると、ミレナが人間の手で重傷を負わされたことはすぐに明らかになりました。彼女が頭部に負っていた複数の傷は動物によるものではなく、鈍器で殴打されたものだと分かったのです。さらにミレナは豚に襲われるよりも前にズボンを脱がされていました。ミレナは太ももを食いちぎられて亡くなっていましたが、現場に落ちていたズボンに破れた跡はありませんでした。その事実は、彼女が豚に襲われる前に何者かにズボンを脱がされ、性的暴行を加えられたことを示唆していたのです。最悪じゃないね。性的暴行の隠蔽のために豚に食べさせたってこと？端的に言えばそうなるんです。そしてね、被害者のミレナは死ぬ間際に犯人につながる重要な証拠を残していたんです。ミレナに性的暴行を働いた後、怪我を負った彼女を豚に食べさせるという卑劣極まりない犯行に及んだ人物は一体何者なのか。その正体もすぐに明らかになります。農場で雇われている飼育係の中にこう話す人物がいたのです。ミレナちゃんが亡くなったあの夜、勤務時間外なのにイーゴリが家畜小屋から出てくるのを見たんです。しかもあいつ顔にひどい引っかき傷を負ってて、その引っかき傷は被害者のミレナが抵抗した痕跡。その日以降、飼育員のイーゴリはカムフラージュのためか、上着の襟などで顔を隠すような格好をしていたといいます。案の定、被害者の体に残されていた DNA を鑑定した結果、イーゴリのものと一致。事件から4日後の2024年11月27日、警察は殺人や性的暴行などの容疑で彼を逮捕するのです。イーゴリっても遺体を小屋から運び出すの手伝ってたやつじゃないのよ。何、自分が殺しといて野じ馬のふりしてたの？疑われないようにするために、あえて献身的に振る舞ってたわけなんです。実はこのイーゴリっていうのは、被害者ミレナの一家に対して強い恨みを抱いていたのです。社会からはぐれた男。被害者ミレナの両親は地元の農場管理者で、多数の家畜を保有する裕福な夫婦。そして直属の部下にあたる飼育員のイーゴリは、ほとんどの近隣住民にとって悪事を働くようには見えないごく普通の従業員だったといいます。ただ中にはこのように話す住民も。イーゴリ？無口で不気味だよな。彼を好きじゃない人は多いと思うよ。イーゴリのぶっきらぼうな振る舞いは、おそらく自身の待遇に納得がいってなかったため、彼の給料は村の基準で言えば安くはなかったといいますが、上司であるミレナ
ナの父親と衝突することがたびたびありました。彼は仕事に使用する道具が不足していることや、自分以外の従業員の扱いについて突っかかってくることが多かったといいます。しかしおそらく動機は正義感ではなく嫉妬。イーゴリは自分ではどうあがいてもたどり着けない、村の中でも裕福な一家のその地位を妬んでいたのです。裕福な上司に対する妬みよね、これは。でも自分じゃどうあがいてもその地位にはいけないっていうのはどういうことなのこれは。実はイーゴリの経歴を考えると、仕事をもらえてるだけでもありがたくて、土地柄とかね、その文化的な中では出世っていうのは難しいとされていたんです。ミレナの体に残されていた DNA がイーゴリと一致したという話を聞いて気づかれた方もおられるかもしれません。そう、彼には前科があり、そのために警察のデータベースに DNA が登録されていました。その前科とは、約20年前に実の弟を13回めった刺しにし殺害したこと。この時イーゴリは酒に酔った状態で弟と喧嘩をし、その弾みで犯行に及んだといいます。彼は殺人罪で懲役5年の刑に、さらにその後も窃盗や強盗などを繰り返し、合計3度も刑務所へ収監されていたのです。そして出所後に得たのが農場の飼育係の仕事。前科者の自分は一生その地位で食いぶちを稼いでいくしかない、その鬱屈とした思いが裕福な上司に対する恨みにつながったのです。これはもう自業自得すぎてさ、同情はできないわよ。よくそのミレナのお父さんもさ、こんな犯罪歴のある人雇ってたわよね。20年前のね、犯行からもわかるように、酒に酔うとね、イーゴリは凶暴化する傾向があったんです。今回ミレナを殺害したことにも、お酒が引き金になった部分があるんです。後戻りできない夜。2024年11月23日、少女ミレナは一人で農場の留守番をしていました。両親は自家製肉の販売に頻繁に街へ出ていたため、それも日常的な光景。ミレナは日が暮れた後も精力的に家畜の世話をしていました。村から20キロ離れた学校へ通っていた彼女は、太陽のようと呼ばれるほど明るく元気。加えて獣医を目指していたミレナは、家でもチンチラや猫、ハリネズミ、カメなど多数の動物を飼っており、家業である牛や豚たちの世話も苦ではなかったのです。一方、飼育員のイーゴリはその日、自宅へ帰った後一人でウォッカを飲みながら上司への恨み事をつぶやいていました。そげ、もう我慢ならねえ。こうなったらあいつの大事な豚や牛をぶっ殺してやる。イーゴリはそう言い放つと、ナイフと棍棒を手に自宅から150メートルの場所にある職場の農場へと向かいました。20年前に弟を殺害した際と同じくひどく酔っ払っていたイーゴリ。その勢いも手伝い、彼は家畜を殺し、小屋に火を放って農場を台無しにしてしまおうと考えたのです。イーゴリは正面玄関ではなく裏庭から農場へ侵入。一人で家畜の世話をしていたミレナは彼がやってきたことに一切気づいていませんでした。全部ぶっ潰してやる。夜遅く、職場の家畜小屋を訪れたイーゴリ。その顔に上司への恨みをにじませた彼は、一心に餌を食べている豚たちへと歩みを進めていく。その時だった。何してるの？偶然その小屋に居合わせたミレナは、イーゴリの姿を見つけたその瞬間、異変を察知した。出て行って！とっさにそう叫ぶミレナ。いくらイーゴリがそこで働いている飼育員だと言っても、棍棒を手にしたその姿は異様でしかなかった。そして同時に、彼女の怯えた表情を目にしたイーゴリは思った。父親に告げ口されたら俺は終わりだ。焦ったイーゴリはミレナに覆いかぶさるようにして彼女を押さえつけた。ミレナはイーゴリの顔を激しく引っかき必死に抵抗する。いってえなこのガキ！頭に血が上ったイーゴリは手にしていた棍棒を振り上げると、何度となく殴打されたミレナはその場に力なく崩れ落ちた。そしてしばらく立ち尽くしていたイーゴリは次第に鼻息を荒げ始める。無防備に横たわる10代の少女。美しい金髪に白いヤバ肌。欲望を抑えられなくなった彼は無我夢中でミレナの下半身へ手を伸ばした。本来は雇ってくれたこと自体に感謝しなきゃいけない立場なのにさ、それなのに大事な家畜に手出した挙句に雇われてる人の娘に手出してんでしょ。何も擁護できないわよ。これ雇ってた側もね、悔やんでも悔やみきれないですよね。上司である父親への告発を恐れ、自身の悪事を目撃したミレナを殺害することにしたイーゴリ。そして気を失ったミレナを前に彼は欲望を抑えられませんでした。イーゴリは女性への執着が人一倍強い男で、過去には他人の家へ侵入し、そこで眠っていた妊婦の足を撫で回したという気味の悪いエピソードも。
彼はミレナにも散々に性的暴行を働いた後、彼女を小屋に残したまま扉を閉めて逃走。あとは豚たちが何とかしてくれる。イーゴリは長年飼育員をしていた経験から豚が血の匂いを嗅ぐと凶暴化することを知っていました。彼は頭から血を流したミレナをその場に放置し、豚たちに食いつかせて事故死に見せかけることにしたのです。こうしてミレナは無残にもあれだけ丹精込めて世話してきたその豚たちに生きたまま食い殺されることに。イーゴリは売り飛ばすつもりでミレナからスマホを奪っていましたが、揉み合った際の衝撃でその画面にはひびが。彼は凶器の棍棒とそのスマホを暖炉で燃やし証拠隠滅を図りましたが、顔の引っかき傷や遺体に DNA が残っている以上、それも全くの無意味でした。取り調べにおいてイーゴリは当初、殺すつもりはなかった、豚が食べるのを見て怖くなって逃げたなどと話し、性的暴行については否定しました。しかし司法解剖の結果、性的暴行があったことは明白で言い逃れはできず、最終的には全ての容疑を認め、豚の習性を知っており遺体が処理されることを期待して放置した旨を説明したのです。2026年2月、殺人、未成年への性的暴行、窃盗で有罪となったイーゴリに下された判決は懲役23年。こう聞くと刑が軽いようにも思えますが、決してそうではありません。イーゴリが収監されるのは主にテロリストや組織犯罪のリーダーが収容される厳重管理の強制コロニー。監視カメラと重武装の兵士によって24時間体制で監視され、厳しい強制労働が課されるその施設は旧ソ連時代の強制収容所の名残ともされる場所。手紙や面会などもほぼ許されず、20年以上収容されることは実質的に社会からの永久追放を意味するとされます。10代の少女を襲い、意図的に動物に襲わせて殺害した彼の犯行は極めて凶悪で、社会から隔離するべきと判断されたのです。近隣住民から親切で思いやりのある子として知られ、学校でも多くの友人に好かれていた少女ミレナ。彼女の葬儀には村中の人が参列し、雪の上に赤いバラの道が作られました。不幸にも最初にミレナの遺体を見てしまった恋人ウラジミールも、君は永遠に僕の心の中にいると SNS に投稿。若くして未来を絶たれた少女に誰もが哀悼の意を示したのです。また今回の事件はロシア農村部の根強いアルコール依存の問題を浮き彫りにしました。2011年から2020年にかけてロシア連邦内チュバシ共和国で行われた調査によると、国内の殺人犯のうち 82.9% は犯行時泥酔状態にあったとされています。ロシアではソ連時代に政府がアルコール販売による税収に依存していた背景から、暴力に発展するような過剰な飲酒が未だに蔓延しているのです。20年前に弟を殺害した際も、今回少女ミレナを殺害した際も、いずれもお酒に酔っていたイーゴリ。彼の犯行はロシア農村部の闇ともいえる低賃金が常態化し、質の悪い酒で酔っ払うことが唯一の娯楽となってしまう負の文化を象徴するものと言えるのです。イーゴリほど卑劣で残酷な行為に及ぶのは言語道断ですが、アルコールに人間の判断力を奪ってしまう恐ろしい側面があることは確かな事実。あなたはお酒の恐ろしさを体感した経験がありますか？お酒の勢いで我を忘れた人間を前に、私たちはどう身を守るべきでしょうか？